皆様こんにちは。宇治原実です。世界に誇る日本人の心、副題として日本人こそ聖書の民だったというテーマで皆様とご一緒に考えたいと思います。本日は4月17日土曜日、第32回目になります。東京裁判その20回目、東條英機の証言6回目です。テーマは孫娘東條優子の戦いその2回目です。孫娘東條優子が語る大東亜戦争の意義です。大東亜戦争は白人に対する有色人種の戦い、ある意味で人種戦争であったと語ります。東條優子氏記者会見のご紹介です。東京日本外国特派員協会において2006年、つまり今から15年前になります。7月3日です。これをご紹介しています。今も YouTube でご覧になることができます。静かな語り口ですが、凛としたお姿と言葉の端々に東條英機自身が語っているような迫力を感じるのです。本日はその後半の一つです。5番目、大東亜戦争について。この大東亜戦争の最終段階で原爆投下がなされました。このような残忍な行為がどうして容認できるでしょう。そのためには大東亜戦争に関する正しい理解がなされなければいけないと思います。日本が一方的な侵略行為を行ったと考えているからこそ、原爆投下をしたことによって日本が戦争をやめよかったと考えている人が多いのではないでしょうか。日本は果たして侵略戦争を行ったのでしょうか。大東亜戦争とは侵略戦争と決めつけてよいのでしょうか。その検証をまだ日本政府は戦後60年経つ今、一度も行っておりません。侵略戦争か自衛戦争かを確定するのはその国独自の権利であります。日本は大東亜戦争後、東京裁判で裁かれました。最高司令官であるマッカーサー元帥は、1951年、昭和26年5月3日の米国上院軍事外交合同委員会の席上で、次のように証言しています。日本があの戦争に立ち上がったのは、資源もない日本が ABC でラインに囲まれて、経済封鎖をされた上、やむを得ず立ち上がった自衛戦争であった。ここからは少しですが、東條優子さんの YouTube 動画です。雰囲気を感じていただければと思います。戦後極東国際軍事裁判において裁かれましたあの当時の最高責任者であります東條英機は、自分が書きました法廷で述べた宣誓供述書の中においても、あの戦争は断じて日本の侵略戦争ではなかったということを強調しています。日本は侵略戦争などをしていません。あえて言わせていただきたいのですが、大東亜戦争は正しい戦争だったと私は考えています。ただ一つだけ間違いがあったとすれば、それは負けてしまったことです。だから祖父東條英機に戦争責任があるとすれば、それは戦争を始めたことではなく、戦争に負けたことです。以上です。日本はあの戦争が始まった1941年12月10日、大東亜戦争という呼称、呼び名を閣議で決定しました。しかし、戦後の日本では、大東亜戦争のことを太平洋戦争と呼んでいます。GHQ によって大東亜戦争という呼称を禁止されたのです。このアメリカが行った洗脳工作は、今なお戦後の日本人を縛り続けています。我々の祖父の世代の日本人が戦ったのは、決して太平洋戦争ではなく、大東亜戦争です。愚かで戦争が好きな日本人が、太平洋に、中国に、東南アジアに侵略を仕掛けた。このような意味が、太平洋戦争という言葉には込められています。これは絶対に違うと、私は申し上げたい。大東亜戦争に突入した当時、白人はアジアを植民地支配していました。それを解放する大義を持った
戦いが大東亜戦争だったのです。アメリカはフィリピンを、イギリスはインドを、フランスは東南アジア、オランダはインドネシアを植民地にしていました。そして現地の住民はまるで奴隷のようにこき使われていたのです。アジア、アフリカの諸国が欧米諸国によって植民地にされている。それを解放するために日本は立ち上がったのです。世界各国は日本が侵略戦争を行ったと言いますが、実は逆だと思います。白人がアジアを侵略していたのです。大東亜戦争が始まった当時の世界中の色分けされた地図をご覧になったことがあるでしょうか。それはどこの国が植民地になっているかを示した地図ですが、その中でアジアで植民地になっていなかったのはタイと日本だけです。つまり大東亜戦争は白人に対する有色人種の戦いであった。ある意味においては人種戦争であったと言っても過言ではないと思います。大東亜戦争開戦前、日本は石油も禁輸され、ABCD ラインに囲まれ、また日系の移民に対して大変な差別が行われていました。日本が決定的に大東亜戦争に突入する決心をしたのは、それはアメリカから突きつけられたハルノートです。絶対に日本が承諾することができない要求を突きつけられました。インドのパール判事は、このようなハルノートが突きつけられたなら、モナコだろうが、ルクセンブルクだろうが、つまり小国であろうがという意味です。立ち上がりであろうと言われたほど、大変厳しい内容のものでした。日本に全ての領土と利権の放棄、三国同盟撤廃を迫るものでした。私は日本人があのハルノートに対して立ち上がったことを誇りに思っています。もしもハルノートを日本が受け入れていたなら、おそらく日本は真に奴隷の国となってしまったと思うのです。アジアで唯一白人の植民地とならないで孤軍奮闘を続けてきた日本は戦わなければならなかったのです。結果的には敗れはしましたが、日本人の誇りは保たれたのです。日本人の精神が昔のように輝かなくなってしまったのが戦後の時代なのです。この日本人の精神の崇高さこそ、私が今の日本に取り戻したいものなのです。本日の分は以上です。皆様はどのようにお感じになられたでしょうか。大東亜戦争というたくさんの国が複雑に絡み合った大変難しい問題を、東條裕子さんならではの視点で鋭く指摘されているのは誠に見事だと思います。私なりの視点で説明をさせていただきます。アメリカを筆頭に欧米諸国には不都合な真実がありました。その第一がアジア植民地支配の歴史です。これを隠すための画策は、日本を悪者に仕立て上げ侵略戦争をしたというすり替えです。欧米諸国にとっては自分たちが日本の侵略を終わらせた正義の戦いであったというのです。第二はアメリカの問題です。日本に原爆を2度も落としたという事実。これはナチスの大虐殺に勝る残忍な行為です。日本の残忍な侵略を止めるためにやむなくアメリカは原爆投下をしたのだ。戦争を早期に終わらせ、犠牲を最小限にとどめたのだ。だからアメリカの原爆投下は正しかった。加えて日本は南京で大虐殺を行った。ナチスと同じ残虐な国家だから厳罰を受けて当然なのだ。と見事なトリックです。大東亜戦争とは、大東亜、つまりアジアの解放のための戦争です。日本は閣議で正式決定した呼び名です。これを日本が太平洋諸国に侵略を行った太平洋戦争だと塗り替えました。いまだに NHK をはじめ放送界では大東亜戦争という言葉は放送禁止用語です。GHQ の戦後政策は気づかないところで戦後
75年経ってもしっかり浸透しています。次は東條裕子さんの反論です。東京裁判ではその最高責任者である東條英機、つまり東條裕子さんの祖父が、この戦争は自衛のためであった、決して侵略戦争ではなかったとあくまで主張しました。言うべきことは明確に主張し、最後まで戦ったのだと日本国民と政府に語りたかったのでしょう。また東京裁判の最高責任者であるマッカーサー自身が、日本の戦争は自衛のためであったとアメリカ議会で証言したことをしても、日本の正当性は証明されている。ならばどうして日本政府は世界に対して、日本は侵略を行っていない、正当な戦争であったと胸を張って言えないのか。それは自信と勇気がないためだ。かつての日本は誇りを持っていた。それを取り戻してほしい。これこそ東條裕子さんの命のある限り訴えられたことでした。日本は正しい戦争をしました。また東條英機に責任があるとすれば、それは戦争を始めたことではなく、戦争に負けたことですという言葉は、私にとってとても印象深かったです。皆様にとっていかがでしょうか。それでは聖書をご紹介いたします。私が毎回聖書を引用させていただく理由の一つは、歴史を見る視点がこの中にあるからです。東條英機は100年先には真実が明かされようと述べ、冤罪をも受け止めました。東條裕子さんは100年を待つまでもなく、半世紀、つまり50年経た今、真実が明らかにされつつありますと述べられました。今日お読みする箇所は今から3000年前に書かれた詩編の119編です。100年という感覚で歴史を見るとき、真実が見えてきます。いわんや1000年、2000年、3000年という時間軸の長さで歴史を見るとき、真実なもの、変わらぬものが何かがより明らかになります。これを普遍的真理といい、古典を紐解く意味がここにあります。一つ目、高ぶる者どもは私を偽りで塗り固めましたが、私は心を尽くしてあなたの戒めを守ります。詩編119編69節。あらゆる宣伝で日本という国が残虐非道な国だと嘘で塗り固められようが、歴史は真実を証ししてくれよう。それに振り回されず真実を追い求めようという意味でしょう。二つ目、主よ、私はあなたの常しえからの定めを思い出し、慰めを得ました。同じ52節です。永遠という視点は歴史を正しく紐解く鍵です。あたかも月から地球を見るようです。何が真実か虚構であるかは一目瞭然です。神の視点とも言われます。正しく裁かれる方がおられる。それが慰めだと語ります。三つ目、私は双心の者どもを憎みます。しかしあなたの見教えを愛します。113節。日本人の特性は嘘がつけないことだと思います。それは何千年経っても変わりません。日本人の心に染みついた DNA に書き記された気質です。世界はこの点を評価しています。武士道の切腹とは腹に黒いものはないという証明です。東條裕子さんの言葉に力を感じるのは、普遍的視点をお持ちだからではないでしょうか。人の顔色を伺うわけでもない。正しく裁かれる方がこの世界にはきっとおられる。そんな思いが伝わってきます。これを戦前戦中の日本人なら皆普通のこととして持っていました。日本人の精神の気高さはここから来ていました。
以下に会見の抜粋をいたします。3つあります。1つ目、大東亜戦争とは侵略戦争と決めつけてよいのでしょうか。その検証を未だ日本政府は戦後60年経つ今一度も行っておりません。2つ目、大東亜戦争は白人に対する有色人種の戦いであった。ある一面においては人種戦争であったと言っても過言ではないと思います。3つ目、日本は正しい戦争をしました。また東条英機に責任があるとすれば、それは戦争を始めたことではなく戦争に負けたことです。私たちには忘れてはならない、どうしても語り継がなければならないことがあると思います。それは戦争の悲惨さだけではなく、日本人としての誇りではないでしょうか。世界に感動を与えた日本人の素晴らしさは嘘がないということです。それではお知らせです。次回第33回目、4月24日土曜日、毎週土曜日に予定しています。東京裁判21回目、東条英機の証言7回目になります。テーマ、孫娘東条優子の戦い、その3回目です。憲法9条と日本国民両方の問題を語る。記者会見の後半です。自分の国は自分で守るという意識を持たない国民の問題ですと語ります。よろしければチャンネル登録、ご感想いただければ嬉しいです。本日もご視聴いただき誠にありがとうございます。